ずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、動画の前に皆さんに一つ告知があります。なんとこの度超濃厚ドトンコツの無鉄砲さんと元祖スタミナ満点ラーメン鈴木さんのポテトチップスが発売されることになりました。イエーイ！ラーメン好きとしては見逃せない商品になってますので、早速ごめんなさい、食べてみたいと思います。無鉄砲さんといえば京都に本店を置くドロドロ濃厚豚骨スープが非常に美味しいラーメンなんですが、果たしてどんなポテトチップスに仕上がっているのか早速いただきます。これ自体からしっかり豚骨の匂いも香ってくるし、後味のパンチがね、まさに無鉄砲さんって感じ。うまっ。続いて鈴木さんというのはね、千葉県のご当地ラーメンアリランラーメンと、さらに竹岡式ラーメンに二郎系ラーメンをプラスしたハイブリッドなスタミナ満点ラーメンとして知られてる一杯なんですけども、果たしてどんなポテチになってるのかいただきます。まず口に入れた時のこのペッパーの香りと後を引く唐辛子の辛みがね、うまい。これ何枚でもいけるな。12月5日からスーパー、ドラッグストア、駅ナカなどで販売開始予定で、オンラインでも発売するので、ぜひぜひ概要欄をチェックしてみてください。そんなわけで本日伺いますお店こちらです。ドン！西武新宿線沼袋駅から徒歩8分くらいのところにあります、無鉄砲東京中野店さんにお邪魔してます。こちらの無鉄砲さん、今回こちらのね、ポテトチップスになったお店の一つなんですけれども、私すする今までにもね、京都の本店にも行きましたし、東京中野店はね、結構夜の遅くまでやってるので、濃厚なドロドロ豚骨がすすりたくて、何度もね、夜に行ったことがあるお店です。今回ね、せっかくこの無鉄砲さんがポテトチップスになったということをお祝いしようと思い、これから無鉄砲東京中野店さんにすすりに行っちゃおうじゃないかということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー！さあ、というわけで西武新宿線の沼袋駅降りたんですけれども、最近なんか西武新宿線の各駅停車の駅ってみんな工事してて、あんまなんか映えないんですよね。昔ながらの何ですか、踏切スタイルの黄色い西武新宿線の電車が見える感じとか、結構東京なんですけど、どこかこうノスタルジックな雰囲気を感じさせるような雰囲気でね、すごく好きだったんですけどね。電車もね、もうみんなやっぱ地下にこう収めてね、踏切でこうなんか渋滞するみたいな、なくしようみたいな時代ですからね。もう下北沢とかも全部地下になってますからね、電車が。時代に合わせてね、やっぱりこう電車とかこういうね、交通機関みたいなライフラインみたいなものもね、どんどんやっぱ便利になっていってしまうのかって、その代わりやっぱちょっと景色とかがね、どうしてもこう失われていくといったらあれですけども、そういった側面もあるのかななんてね、ちょっと思いますね。何の話？というわけで本日もね、皆さんからいただいたコメントをたくさんちょっと読ませていただこうと思ってるんですが、皆さんからのコメントを返信するコーナーを始めてからというもの、本当にたくさんのズルズルの面々からコメントいただけて本当に嬉しいです。毎日ね、ガンガンコメント募集生活もしているので、ぜひぜひどしどしコメントしていただければと思います。では行きましょう。ずるずるどうもすするです。ちょっとね、普段と後ろの風景とかが変わってるかなと思うんですけども、今現在ですね、私青森県の実家の方にいまして、ちょっと友達の結婚式に出るんですけど、本当に申し訳ないですけど、道中の、米編の音声が取れてなかったんですよね。本当に申し訳ないです。普段だったらね、取り直せばいい話なんですけど、ちょっと今回実家にいる上に、もう外とかもうめっちゃ雪降ってるんで、明らかにもう東京と違う景色になってるんですよ。青森県のもう、風景がね。なので私ね、ワイプでちょっと米編の方させていただきますんで、本日よろしくお願いします。本当にすいませんでした。というわけで、エバラ中延の高野醤油以外も美味しいので裁縫お願いします。金曜日に辛いつけ麺やごまの辛いそばとかすすってほしいですね。高野さんいいよね、うまいよね、やっぱり。高野さんね、結構やっぱつけ麺もそう美味しいイメージがあって、でも辛いやつもいいんですね。なんか担々麺とかそれこそね、タク麺さんで取り扱いがあったりとかね、してるんですけど、高野さん結構麺がね、美味しいので、その麺をやっぱダイレクトに楽しむのは結構つけ麺がいいかもしれないです、確かにね。そしてですね、結構いろんな方からこれコメントいただいてたんですけど、尼崎にあるロックンビリーに行ってほしい。普段は撮影 NG なので動画にするのは難しいかもしれませんが、プライベートでいいので行ってみてほしいですと。いや、実はね、僕ロックンビリースーパーワン行ったことあるんですよね。いつだっけな、でも今年ですね、今年初めてロックンビリースーパーワン行きまして、今ではね、いわゆる鶏チンタンっていう、鶏と水で作ったシンプルな醤油スープの、いわゆるネオクラシック系みたいな感じで言われることもあるんですけど、すごいメジャーになってるんですけどね、ロックンビリースーパーワンっていう別にこの鶏醤油ラーメンっていうのを開発したっていうのがあるんですよ。僕実際お店行った時も店主のね、島崎さんっていう方がぎっちりしっかりリーゼントで髪固めて、正拳突き湯切りっていうのがあるんですけど、手棒をこう持ってね、振ってこう湯切りするっていうねこれ結構昔からこのパフォーマンスで結構ね、有名なサービスだったんで、昔はね、東京にもあったんですけどね、前回行った時醤油ラーメンをすすったんで、ちょっと今度行く機会がまたあればね、塩ラーメンとかすすってみたいですね。そして東松山市の深緑に行ってほしい川島町の四つ葉の姉妹店で、コンセプトが少し違うのでぜひとも行ってほしいですね。深緑さんって結構前に行ってるんですよ、実は。深緑さんってね、醤油ラーメンが4種類ぐらいあるんですよね。
なんでそのうちの2種類ぐらいをちょっといただきましたけども、いやほんとお店の雰囲気とかもね、ちょっと割烹みたいな、すごくラグジュアリーなね雰囲気があるというか、店主さんもね厨房に立って麺揚げとかしてくださってたんで、いやなかなかライブ感もあってすごくいいお店でしたね、深緑さん。関西来た時芥川満月やシクラとか行ってほしい。関西も家系が熱いです。そうですね、ここら辺の関西の家系といえばみたいなラインナップね、これ。でも特に芥川シクラはね、めちゃくちゃ行ってみたいですね、本当に。でもここ2年ぐらいですかね、まあもちろん王道屋のね清水さんの影響とかもちろんあると思うんですけど、家系ラーメンめちゃくちゃブームになってますから、まあ、特に関東では東京を中心に神奈川とか千葉とかねブワーっと結構広がってるんですけど、関西方面はやっぱまだまだ家系ラーメン少ない中で、この3店舗は結構やっぱ東京にいても名前を聞くぐらい有名なお店なんで、ぜひぜひちょっと関西行ったら行きたいですね。そして富山県富山市の豚道場豚市へ行ってほしい。豚干しで修行されたマスターが二郎系未開の地だった富山でオープンからずっと大行列を作る店を展開してますと。最近やっぱこの豚干し系というか、その豚干しで修行された方が独立してお店出すみたいなのも結構都内とか神奈川とか、ね、埼玉とかもねあるんですけども、そう富山にもあるんですね、豚干し系が。ちょっとここもちょっと押さえておきたいですね、富山行ったらね。まあ、もちろん富山県というかね、富山ブラックっていうご当地ラーメンもあるんですけど、まあ、他のラーメンもねせっかくなら続いたんでね、ちょっとぜひぜひ行きたいですね。そして栃木の宇都宮村岡屋のつけ麺早う行きましょう。村岡屋さんもね行きたいですね。ここね先日栃木県の茂木町ってところでねラーメンフェスやらせてもらったんですけど、その時も結構栃木県民、地元の方がたくさん来てくださって、村岡屋行かないんですかとか、今回村岡屋行くんですよねみたいな感じで結構ね声かけてもらって、いや村岡屋さんはぜひぜひ来たい。もう栃木県の宇都宮で行ったらもう村岡屋さんの濃厚つけ麺とか濃厚系のラーメンをいただけるのはやっぱ村岡屋ってイメージなんでね、ちょっと今度また宇都宮結構遠いんだよね、やっぱ小山とかって意外と近いんですよ、栃木って。なんか意外と栃木って広くてね、宇都宮とかって結構ね端っこのようになかなか遠くて行けてないんですけどね、ほんと。そして弁天の塩ラーメンすすってください。高田馬場時代から100杯を食べていますが、未だにうますぎて感動する。弁天が塩ラーメンうまいっすね、マジで。そう、弁天とか年岡とかね、ここら辺もうなんやかんやいろいろ食べてみたら結局やっぱ塩ラーメンに落ち着くみたいなのがめちゃくちゃわかる、本当に。もちろんねラーメンとかつけ麺とか美味しいんですけど、やっぱりねこの塩ラーメンがね結局うまいみたいな。常連さんとか結構塩ラーメンに落ち着くって人もいるみたいですね、やっぱりね。そしてね有馬記念何が勝つと思う？何が来るんでしょうね今回ね。でもどうなんだろうな、やっぱイクイノックスかなみたいな思うけど、難しいところですよね今回ね。でも有馬記念結構やっぱ楽しみですね。まあ、年末の総決算みたいな、有馬記念勝てればもう OK みたいな、今年どんだけ負けてもみたいなのがあるからね、 OK みたいなのがあるんでちょっと頑張りたいところですけども。そしてねすするさん、全国の何%制覇したのか。いやこれがね意外とラーメン屋さんって全国合わせても3万件以上あるって言われてるんですよ。で僕が今まで食べたラーメン屋さん多分3500件ぐらいなので、まあようやく 10% 食べたかなぐらいで、しかもこれがどんどんね新しいお店がもう毎月も都内だけどめちゃくちゃいるわけですよ。で、まあ、それがなんか何年何十年続いてるわけじゃん。そうなるともう制覇ってマジで無理だなと思うね、ほんとやっぱり。まあでもやっぱ地方の美味しいお店とかもねどんどんやっぱ抑えていきたいなと思ってるんで、なるべく頑張って、まあラーメン食べるのに頑張るもクソもないんですけどね、本当にまあ好きなだけこう食べてるだけなんですけど、まあやっぱりいいお店はねできるだけこう抑えていきたいなっていうのはありますよね。そしてコメント返信してるなんて久しぶりに見たから私もやろう。ありがとうございます。久しぶりに見てくれて嬉しい。昭島市の丸広に行ってほしいです。本当に昔ながらのラーメンで本当に最高です。本当にが2回あるってことは相当最高なんだろうな。いいですね、やっぱ昔ながらのっていうラーメンって。まあ昭島とか結構最近あっちの方にね行くことも増えたんで、その八王子とかのあっちの東京のまあ西側の方ですけど、なかなか行く機会も増えたんで、ちょっと丸広さん今度チェックして行ってみたいと思います。というわけでちょっと音声がね途切れてしまってたというトラブルがあったんですけども、今後こういうことがないように気をつけますので、すいません、ちょっとよろしくお願いします。ちょっとマイクが多分断線してんだよね。高いのよ意外と。ピンマイクもいいんだけど、このケーブルのマイクがね高い、あれ高いよマジで。あれ高くてどうしようかな、本当に断線してたらやだなマジで。もう3回目ぐらいです、断線するのが。早い断線するの本当に早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ無鉄砲さん、食決です。今回は豚骨チャーシュー麺の半熟味玉入りとご飯中をプッシュし、個人的に気になったブロックという名のトッピングも追加で注文。トッピングのないブロックはちょっと僕初めて見た食券だったので、今回思わず購入してしまったんですけど、何が乗ってくるのか全く想像がつかないですね。肉のブロックとかなのかなと思ったんですけど、にしてはなんか安すぎるなとか思って、何なんですかねブロックで、レゴブロックはねすごい子供の頃やってましたね。はい。そしてね豊富な卓上調味料があるのがねこの無鉄砲さんの魅力なんですよね。やっぱねニンニク醤油、あと高菜とか紅生姜、ごま、これはね本当に無鉄砲の豚骨スープによく合うんですよね。注文する時も麺固めとか、あとネギ多めとかもできるんで、自分好みのね一杯に仕上げてすするのが僕の好きな無鉄砲の食べ方です。ラーメンのお好みは全て普通で注文し、特別に調理中の様子を見せてもらえることに。厨房に入るとどでかい寸胴が並ぶ圧巻のライブ感で、生の豚骨を追加しながらラーメンを一杯作るごとに寸胴を混ぜていると
とのことで、濃厚な豚骨スープのクオリティを保つスタッフさん、すごい迫力です。そんな最高峰の豚骨ラーメンを待ってるとこちらが無鉄砲東京中野店さんの豚骨チャーシュー麺半熟味玉入りブロックトッピングです。ドワン！これぞ無鉄砲といった濃厚な色をした茶色のスープ。うっすらと背脂浮かんだ 100% ピュア豚骨スープは熟練の出来栄えで、追加で注文したブロックという名の背脂もいかにも破壊力が高そうだぞってことでいただきます。まずは濃厚な色をした豚骨スープを一口飲んでみると、めめ豚肉の破片が細かく浮かんだ豚の骨に肉の旨味をバスッと感じられるスープは旨味ギンギンなのに臭みはなく、厨房での丁寧な仕事が思い起こされます。醤油だれの味は控えめで、とにかく濃厚な豚の旨味が主張してくる無鉄砲のすんげースープ梅ポー。そんな勢いのままスープの中から麺を持ち上げ、ゴーゴーすするゴーゴーゴー。これでもかってくらいドロドロの濃厚豚骨スープがデフォルトで固めに仕上げられた縮れ全粒粉入り中細麺にねっとりと絡みつき、すすっているのにスープを飲んでいるような不思議な感覚に。麺は短めなのでストロークも短めで、スープ運び量もバランスよく、そのまま米に手が伸びてしまうのは偶然という名の必然とも言えるでしょう。目が覚める美味しさのピュア豚骨スープと麺の相性をしっかり確認したら、お待ちかねの味変タイム。卓上トッピングを入れて完成するのが無鉄砲のラーメンですから。ニンニク醤油が個人的にはマストで、これを入れることによって真の一杯が完成されます。豚骨と相性バッチリな高菜とごまも入れちゃって全体になじませてからすすってみると、醤油による塩分うまみ、そしてニンニクによるパンチがプラスされて、スープの美味しさが底上げ底上げ。ただでさえうまみ抜群なスープにさらなる美味しさをもたらしてくれるナイストッピングで、特にニンニク醤油はぜひ試していただきたい一品です。完成したね。薄切りのチャーシューは味しみしっかりとしていて、脂身の乗りもよく、薄いのにジューシーな肉の旨味もあり、スープと合わせてライスタコ食いノンストップ。気になっていたブロックはスープで炊いた背脂を割ったもので、食べてみると一瞬で油感が脳天直撃するしっかり背脂。こりゃやっべっぞ。スープと合わせて食べるといい感じにまろやかになり、甘みとコクが広がりつつ動物感もブーストされます。一旦冷たい水で口内をリセットしたらラストスパート。最後までスープ麺と米の往復が止まることはなく、禁断の食べ合わせに狂気乱舞しながら完食です。大変美味しくすすれました。日本きっての濃厚豚骨ラーメン、ワイルドでパンチがありながら丁寧な仕事が光る一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで無鉄砲東京中野店さん行ってきたんですけれども、うまかったっすね。やっぱりね、中毒性のある感じのこの豚骨ラーメンっていう、また家系ラーメンとかもちろん豚骨醤油ラーメンでまた違った中毒性があるんですけど、ドロドロスープの感じのね豚骨ラーメンってやっぱりね、東京でも結構食べられるところがあんまりなくて、ほんとこう無鉄砲さんのねオンリーワンな一杯になってるんで、やっぱラーメンは好きですね、本当に。今回ねちょっと初めて厨房の方で豚骨をこうグイグイ、もう本当営業中ずっと混ぜてるんですよ。そうしないとやっぱりね、スープが熱でちょっと焦げちゃうっていうのがあるんで、もう常に混ぜてなきゃいけないんですよ。その場で生のガラ足したりしましたからね、もう営業中にもどんどんこうスープが成長していくようなイメージで、いやシーンを見れたら結構感動でしたね。はい。そしてね、やっぱ無鉄砲さんのラーメンって、僕はもう卓上のニンニクの醤油漬け、あれを入れてやっぱ完成するラーメンになると思ってて、もちろんね最初は豚骨 100% ピュアな豚の旨味を楽しみつつ、ある程度ね麺とかスープを楽しんだら途中からのニンニク醤油とかでガツンと味変しちゃって、もうニンニク醤油入れたら一気にもうスープのパワー増強されるんで、入れすぎ注意ですけど、ちょっと入れすぎるとやっぱしょっぱくなっちゃうんで、ニンニク醤油なんで途中からね味変アイテムはぜひぜひ使ってほしいですね。マジでうまいんでほんと。今時ニンニク醤油とか高菜、紅生姜、ごま全部無料でもちろん入れすぎはダメですよ。入れすぎは良くないですけど、全部ね無料でトッピングできるって、そこも太っ腹なサービスだなと思うし、やっぱニンニク醤油を入れるとね、もうご飯との相性も抜群なんですよね、マジで。いやチャーシューもね味しみしっかりとしてて柔らかくて、薄切りな感じのチャーシューも僕すごく好きなんですよね。いやそんなこんな
ね、無鉄砲さん、そしてスタミナ満点ラーメン鈴木さんのポテトチップスがね、本日から全国にて発売されておりますので、ぜひぜひね、見かけた方は購入してみてください。どちらのラーメンもね、結構パンチが強い一杯になってるんですけど、ポテチの方もね、結構パンチのある味になってますんで、ぜひね、ポテチを食べてね、これ無鉄砲、そしてスタマン気分をね、味わっていただけたらと思います。通販でも販売してみたので、一応概要欄にリンク貼っておきますんで、もし興味のある方はよろしくお願いしますといった感じで。いやー、久しぶりの無鉄砲良かったですね。なんか昼の無鉄砲もいいですね。ちょっとお腹空かすために歩いて帰ろうと思います。お腹空かす必要ある？まだ食おうとしてるのかみたいなとこあるけど、まあちょっとね、ダイエットのためにでも歩いて帰ると思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、無鉄砲東京中野店さん、豚骨は飲み物やポテトチップスもぜひよろしくお願いします。